どうも、無限軌道系9で、ゆるりとデュエリストカップのファーストを突破した投稿者です。前回、無限軌道系9のデッキレシピを紹介しましたが、デュエリストカップに合わせて変更した点を紹介したいと思います。まずデッキ全体として40枚に抑え、まくり札を少なめにし、初動を安定させました。やめの5風剣とかは泣く泣く不採用に。クリフォートゲニウスさんは、前回の動画から採用。今回も主役の一人です。ゲニウスさんのテキストをよく見ると、このリンク先に2体同時に特殊召喚された時のサーチ効果ってターン値がないんですね。ならたくさんサーチしてリバーストームを並べて K9 のエクシーズも巻き込んで1ターンでメガトンゲイルさん出せるんじゃねえってのが現状の発想となっています。メガドンゲイルさんは魔法穴の効果は受けるのでサンダーボルトなどには弱いですが、打点の高さ自体も妨害に含まれるぐらいは強力。K9 で打点を上げて殴られると倒されますが、こちらの場にはクロックワークナイト貼っていることも多いので、そこまで上から殴られることはなかったです。ゲニウスを出す方法としてトレンチャー採用。通常召喚ハーベスタでトレンチャーサーチ、その後ハーベスタはリンク召喚し、トレンチャー墓地効果、ハーベスタを墓地蘇生。これで場に機械族が2体並ぶのでゲニウス出せます。言葉で説明しても分かりにくいと思いますので、実際よく回った試合のリプレイをどうぞ。1戦目です。クロックワークナイトは心の安定剤。何枚あっても嬉しい。ゲニウスさん降臨の儀。K9 でリンク先に2体出して、相手を怖がらせましょう。レギオスサーチして妨害を立てます。ゲニウスのリンク先を開けておいて、再度 K9 でリンク先に2体同時特殊召喚。無限軌道スクレイバーをサーチ特殊召喚したのは、後で墓地の機械族たちをデッキに戻すため、2度どうもありがたい。ブルータルドーザーの効果を使うと、地属性機械族しか出せなくなるので、リバーストームは2枚差しにしてます。レバードンゲイルさん降臨の儀。ロードローラーさんは墓地に残し、後で K9 のルブスさんとエクシーズする余地を残しておきます。相手はおそらく滅び入りの原石ブラマジ、もしかするとブルーアイズも入っていたのかも。リフォンさん出てきてメガトンゲイルさんバウンスされるかと思いましたが、まあどちらをバウンスされてもって状況でしたかね。2戦目は後攻。相手は戦闘機でした。プルリアはスタンバイフェーズまでに投げるべきだったかな。今回は相手の戦闘機による妨害があった場合での無限軌道系9展開です。と思ったらまさかの無限包容。もしかすると戦闘闇とかだったのかなが、どちらにしろ行われる空中戦。リッファーで一応のニビルティアとゲニウスによる K9 2体同時特殊召喚準備。相手のラグがなかったので打点揃えてフィニッシュに。こういう試合もたまにありました。3戦目先行。今回はやりすぎた例です。普通に K9 で妨害立てたままの方が強かっただろうお前って例です。しかも互いに時間を取り合うで機械具だったので、互いにミスしている感じもする試合。こういうのも記録として残しておきます。なんかいきなりまくられそうな予感がしたので、早めに増殖する G 投げました。予想あたり、相手はクシャドリラ。
相手は多分メガトンネイルを理解していなかったのか、FC 伝い出してきませんでしたね。あ、ビッグアイ、メガトンネイルさん、さようなら。主要な系内ネクシーズを吹き飛ばされているので、割とリソースが枯れています。機械族だけでもリソース回復。見ての通りの激しいチェーン祭り、互いに制限時間を食い尽くし合ってます。結局相手のタイムアウトで勝利とはいえ勝ったとは言い切れない試合でした。最後の試合、相手はエース入り K9 です。正直ドロバは辛い。ブロックワークナイトを1枚墓地に送っておきます。墓地効果を後で使いたいので。相手系9初動、こちらの妨害が少ないと見るや強引に動いてきます。ここで墓地に落としておいたクロックワークナイト発動。やっぱり精神安定剤だわ。あとは K9 同士の殴り合い。クロックワークナイトさんの分だけこちらの打点が高いはず。トレンチャー起動。ここからは無限起動ですが、さすがにゲニウスさん出す余裕はなさそう。最後はバンプした皆さんで殴ってフィニッシュ。対戦ありがとうございました。いろんな K9 タイプがあるかと思いますが、こういうデッキもどうでしょうか。それでは次の動画で会いましょう。またね。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。それでは次の動画で会いましょう。また見てくださいね。